リボルバーもジャムります。チャンネルへようこそ。今回はそれなりにハンドガンを撃ってきて、個人的な意見ですが、リボルバー vs セミオートについてお話しさせていただけたらと思います。あと衝撃的ですが、リボルバーもジャムりますを見ていただくことで、リボルバーとセミオートの違いについて、そしていろいろなマニアックな実銃の知識が身につきます。そしてリボルバーの利点弱点、セミオートの利点弱点を詳しく知ることができます。今後もこういった動画を作成するので、チャンネル登録、ベルマーク通知をお願いいたします。それでは行ってみましょう。まずチャンバーからですよ。まずリボルバーの利点についてですが、ジャムがしにくい基本的にシンプルな構造であるため、仮に弾が発射しなくても次のトリガーを引けば次の弾が発射されるということが挙げられます。そして個人的にはリボルバーの見た目が好きです。ロマンです。そういったところが利点です。それではマイナスの部分を上げていきます。弾の総弾数が6発ないし7発ということです。最近の22口径のリボルバーは10発くらい装填ができるとのことですが、それでも基本的には6発という感じです。そしてリロードにもセミオートに比べると時間がかかります。そういった意味では軍隊や警察関係者はセミオートを使用するわけです。それではセミオートの利点についてですが、セミオートについては17発ないし19発の装填が可能です。リロードも簡単に早くリロードすることができます。セミオートのリロードいきます。打ち終わりました。マイナス部分を上げれば、セミオートはリボルバーに加えてジャムりやすいというところが挙げられます。セミオートの構造上、弾丸が発射した際のガスでスライドを動かして発砲した弾の薬莢が出て次の弾が装填されるという仕組みです。なのでうまく弾が発狂されずスライドに挟まるとジャムることになります。スライドを引いて廃墟して再度弾を装填させる必要性があります。さてここからは私のガンスミスの友人についての話になります。まずリボルバーについてですが、稀ですがジャムります。以前の動画でシリンダーの閉じ方という動画で解説しております。上のカードを見ていただけたらと思います。詳しく説明させていただいております。いわゆるフレームのハンドという部分がですね、ここですね、摩耗してくると撃鉄が弾丸のプライマーを正しく叩くことができなくなります。そうなると弾はもちろん発射されないし、再度トリガーを引いてもシリンダーキャッチのタイミング自体が狂っているので弾が発射されない、つまりジャムが起きるというわけです。なのでリボルバーをカーボーイするなとはこういうことなんですよね。だから実銃のリボルバーを触れる際、エアガンもそうなんですが、絶対にやらないでください。それではセミオートの場合いきましょう。セミオートの場合、こちらはいろいろあります。私の経験談で多かったのが
セミオートの新品を購入した場合、鳴らしという作業が必要になります。英語でブレイクインと言います。靴とかそうですよね、使い回すとかそういう意味です。そういう意味でブレイキンと使います。最近では HK-P30L のコンペンセーターを装着した際は毎回ジャムってました。これは他の YouTube の動画でも結構メジャーな問題です。単体ではジャムらないですが、コンペンセーターを設置するとジャムるというやつですね。理由については、通常9ミリ弾は115グレインの9ミリ弾を大体の人は思い浮かべます。 HK の場合は124グレインの NATO 弾を使用するのが一番この銃に合ってました。この NATO 弾は115グレインの弾より強力ですが、銃を簡単に鳴らすことができました。そうですね、だいたい NATO 弾を800発撃ってたらコンペンセーターをつけても115グレインの9ミリ弾を使用しても一切ジャムリは発生しなくなりました。じゃあなぜそういうことが起こるのか。それは単純にリコイルスプリングが他の銃に比べて HK は硬いということが原因なんです。リコイルスプリングの役割は、弾が発射される際に発生したガスでスライドが手前に動きます。そのスライドを戻してくれるのがリコイルスプリングなわけです。なのでリコイルスプリング自体が硬いと、弾丸が発生するガスで弾が廃墟するところまでスライドは引ききれない、そういうことでジャムってしまうわけですね。もちろんセミオート全部がそれだけの原因でジャムるというわけではありません。バレルの場合もあるし、弾丸との相性、さまざまなことがあります。あくまで今回取り上げたのは私の経験談のみになります。そういうことなので、新品でセミオートを購入する場合は鳴らしは必要だと思います。鳴らしという意味ではリボルバーもセミオートもそうなんですが、特に実銃に言えることですが、最初は弾は一発のみ装填して撃つというのが前提です。これは銃によってはどこまでリコイルが来るか、そういったことを知る必要性があるからです。例えば一般的に重心が長い方がリコイルは弱いというのが定説です。なので同じ銃のコンペンセーターをつけた場合とつけない場合、それぞれリコイルの質は全く異なります。なので必ず実銃を撃つ場合、鳴らしが必要不可欠になります。そしてリボルバーおよびセミオートについて絶対不可欠なことが一つあります。これは実銃以外についてもいろんなところで言えますが、日頃のメンテが大切です。よくアニメで言われる名言、あれは結構間違ってなかったりしてます。今回はかなりマニアックな話になりました。こういったトピックはまだまだ私はあります。ぜひぜひ感想を聞かせてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週。Stay tuned。じゃあね。